皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は優しいお姉さんキャラたちであり、みんな基本的に他人に親しく接する三面ボスたちについて解説していきますよ。三面ボスは異変のヒントとなるキーパーソンキャラばかりだから、一体どんなキャラたちなのか早く知りたいぜ。また三面ボスには衝撃な共通点があるので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは授業開始ですよ。それではまずはじめに紹介するのは、東方高魔教の三面ボスを務めた妖怪の本メイリンです。メイリンは高魔館の門番をしている妖怪で、湖の向こうからやってくる侵入者の撃退が仕事です。妖怪の中では珍しく礼儀はとても良く、天子のような地位の高い存在や、幾のような物腰の丁寧な相手には敬語で話していますよ。来客対応する仕事だから当然とも言えるけど、ここまで忠実なのは妖怪にしてはかなり特殊なキャラだよな。また、門番以外にも庭園の手入れは彼女が担当しているようです。それにもかかわらず、本業が庭師の魂魄用務とのカップリングはあまり見られないね。まあわざわざ用務のところに行かなくても、昨夜やフランといった名パートナーがいるからでしょう。見た目は緑のチャイナドレスっぽい服を着た背の高いお姉さんですが、一応妖怪で種族は不明ですね。おそらくゆかりある海やみたく、一種一体のレア妖怪だろうな。巫女は食べてもいい人類だって言い伝えがある、などと言っているため妖怪の例に漏れず、人食いとやはり妖怪らしい部分も持ち合わせているのは確かですね。あの温厚なメイリンが犬肉を食べるなんて。いや人肉でしょ。ってこれプリズムリバー3姉妹リリカの名台詞やないか。ですが、高魔館から十分な食料を提供されているので、人間を襲うことはないと思われます。それどころか門番中に昼寝してたり、たまに太極拳の演舞を行っていたりとだいぶのんきで恩は、人当たりも非常に良く、試合を申し込みに来る人間の格闘家も多いようですよ。隙がなくバランスはいいから人間にはめっぽう強いので門番に採用されているんだぜ。またお調子者な一面もあり、東方地霊記伝で昨夜がパチュリー殺害未遂容疑で捕まった際は危機として捕まえる側に回っていますね。あの数々の不遇なキャラを生み出したズンさんにしては珍しく優遇キャラなのがわかります。いや言い方でしょ。そんな感じで妖怪なのにレイムやマリサ、昨夜などラスボスじみた人間たちよりよっぽど人間らしいですね。また、レイムに追い込まれた時のクソ、排水の陣だがめちゃくちゃ可愛いのです。レイムがあんた一人で陣なのかという的確なツッコミがまた良かった。さすがはツッコミマスターだけあって勉強熱心。スイムソー以降の黄昏格闘作品ではパンチラが NG なためかズボンを履いていますね。せめて黒色のティーバッグにして欲しかった。それはもっとあかんやろ。被っている帽子には星型のマークの真ん中に U と書かれていますが、幻想郷の U との関連は特にないようですね。そもそも高魔館組は遠い世界から来た奴らだからな。異界から来たキャラについて気になる方はこちらを見るといいぜ。また無給で門番をしているわけではなく、オフでは迷いの竹林などにもたまに足を運んでいるようですね。出身的に竹林は心が落ち着くのでしょう。やっぱりメイリンは根っからの中華系妖怪なのがわかるぜ。チャーハンとか餃子とか作るのめちゃくちゃうまそう。わかる。なのにもかかわらず高魔館組は西洋のキャラが多いですけどね。また、こう見えて肌荒れなどを気にする結構な乙女な部分もあってお姉さん感が感じられますよ。メイリンはよく寝ているという設定を見かけますが、図問式の目撃情報にて、昼間に高魔館を見ていたら門番が寝ていたという情報があるので公式設定です。性格は妖怪としては珍しく、かなり温和で高魔館 F 4侵入を試みたり、喧嘩を売ったりしなければ襲ってくることはまずないんですよ。ウィン版初代三面ボスらしく優しいキャラだぜ。また東方部門式の目撃情報によると、気さくに話しかけてきては愚痴を聞かされるようだぞ。主人であるレミリアや、客人のパチュリーに対しては敬語ですが、それ以外は割と気さくな話し方をしていますよ。そして東方奇想天則で衝撃的なことが分かったのですが、なんと主人であるレミリアとは漫画の貸し借りをするほどに仲がいいようです。漫画の貸し借りってもうほぼ友達じゃん。一体何の漫画の貸し借りしてるんだろう？確かチャ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 ーオでおなじみチャオって聞きましたよ。チャオの貸し借りは乙女すぎる。また、長年謎になっていた昨夜に対する言葉遣いも3月末にて敬語であることが判明しました。彼女の命令を聞いたり、敬語だったりしますが、彼女の性格の可能性もあるため上下関係は不明なままですね。マリサさんはどんな関係性だと思います？野球好き同士の仲？それカツオくんと中島くんだよね？
それでは次に紹介するのは、東方鬼神城三面ボス今泉影郎。三面の迷いの竹林15夜の妖獣の中ボス兼ステージボスを務めているぜ。迷いの竹林には永遠帝の影響もあって花月に関係する怪異が多く集まっていて、彼女もそうした妖怪の一人です。ということはオフに竹林で休憩を取るメイリンとも対面しているのかも。ちなみに変身する姿は、外の世界では絶滅したとされる日本狼。種族は狼女ですが落ち着いた性格の持ち主であり、狼に変身した状態であっても冷静さを失うようなことはないですよ。噂によるとカゲロウは生粋のマドモアゼルらしいじゃん。そう、満月の夜は毛深くなるのを気にしていて、肌を覆い隠してひっそりと暮らしている妖怪だったのです。めちゃくちゃ乙女じゃん。しかし内での小槌の魔力に影響され、竹林で暴れてしまったのです。そこを通りかかった霊村によって退治され、今はもういつも通りおとなしくなっています。一面ステージボスのワカサギ姫とは草の根妖怪ネットワークでの知り合い。それなりの仲ですが、ワカサギ姫を間違えて食べようとしてしまったこともあるようですね。めちゃくちゃ狼じゃん。暇な時話し相手が欲しいと森近凛之介に相談したところ、人狼ゲーム何時は人狼なりやを教えてもらったようです。それを幻想恐竜にアレンジした汝は人間なりやというゲームを高林堂の一角を借りて主催していますよ。なんだその汝は人狼なりって？それだとコロスケでしょ。汝は人狼なりやとは、ヨーロッパ発祥のテーブルゲーム及びそこから派生したアナログゲームのことです。そして彼女の特徴としては長いストレートの黒髪に狼の耳が生えていて、手には長く鋭く赤い爪を伸ばしていますね。マリサからカゲロウのドレスを動きにくそうだから脱いで戦えばいいのにと言われたのに対して、着ている本人は毛深いから、脱ぐのは嫌だと返答。私も脱ぐ方に一票。霊夢部長、鼻血。また霊夢に対しても満月は毛深くなるから出てきたくなかった。抜け毛の処理が面倒等の発言をしていて、自身の体毛を気にしている様子が見られます。カゲロウめちゃくちゃ女の子だな。美人なのがよくわかるぜ。そう、匂いや毛深さを気にするなど身だしなみを大事にする点から他より女性的なキャラクターとして描かれますよ。そこから世話好きであることが連想できるなど、比較的頭身が高く見えるため、他キャラとの関わりではお姉さん的な立場となることが多いです。カゲロウはまさにお姉さんキャラって感じだもんな。怖いは人間怖いは等のヘタレなセリフや本来の性格のおとなしさ、毛深いことのコンプレックス等の萌え要素から一躍大人気になった彼女は、鬼神城ではトップクラスに二次創作のイラストや SS などがありますね。あと原作では肩出ししてるわけではないですが絵師のパワーで肩出しでセクシーにしてくれています。最後にその情報いります？では次に紹介するのは、東方鬼系13面ボス、エキストラ中ボスで登場した庭田陸高です。彼女は地獄、鬼の国などの、異界との関所の番人を務めていますよ。鬼と人間を見分けて、それぞれの居場所に振り分ける仕事をしています。今回は地獄に行きたいという人間の話を閻魔様に話を聞いていましたが、心配して地獄に行っても大丈夫か、腕前を確かめようとしていました。そういうおせっかいなところお姉さんらしいぜ。ちなみに彼岸には彼女の仕事場があるだけで、普段から彼岸に住んでいるわけではないんですよ。普段は妖怪の山の滝の上あたりの、見晴らしのいいところに住んでいるようです。滝の近くということは、もみじと欲であってそうだ。そんな彼女の正体は家畜化される前の野生の鳥の神様、それがニワタリ神です。霊夢部長、ニワタリ神って何なのさ？もともとは北関東、東北を中心に祀られていた神で、現在でもこれらの地域に関連する神社がありますね。山形県西置賜郡の白鷹町下山の庭渡神社には、子供が百日咳に罹患した時、鳥の絵を描いて収めると治るという信仰があるんですよ。その情報は知らなかったぜ。さすがは霊夢部長。そして鶏というと弱々しさや、臆病さのイメージがありますが、彼女は礼儀正しく公正で、平等と利他を優先する神様ですね。三面ボスらしい優しいキャラって感じだな。時折自身を鳥頭だと言っているのですが、閻魔の忠告を思い出して霊夢たちに伝えるなどそうとは思えないところがあるのですよ。確かに自分で鳥頭って言ってる時点でそれはもう鳥頭じゃないだろうね。また密かに、人間の食料と化してしまった鳥の地位向上のために、何かできることはないかと考えています。そして草川、なんと最新作の強力異分にもボスとして登場しました。服装が若干変わっていて、首からホイッスルを下げているのですよ。食うほどではなかったけど空中にいるから手強いキャラだったな。コッコッコッやコケコッコーといった鳥の鳴き声を発して、それを弾幕に変えて飛ばしてくるのでなかなかインパクトがありましたね。服装はオレンジのワンピースに白のボレロ、胸元には赤いスカーフタイがあります。髪は黄色がかった白にトサカをモチーフにしたであろう赤色のメッシュでなかなかおしゃれ。赤メッシュの中にはひよこがいてまた可愛いんですよ。このひよこは、一部の差分でキと鳴いているので飾りではないぞ。ちなみに草川、一部の差分でコケイと鳴いています。ぜひとも朝に耳元で囁いてほしいですね。霊夢さんそっち系だけは IQ200 あるんじゃない？
その後、エクストラステージで中ボスとして再登場しました。エクストラボスの先を最強の動物霊と評し、彼女が地上に攻め込めないように右は作戦を展開中なので引き返すよう警告してくれました。タカめちゃくちゃ優しいぜ。二次創作では、タカの喉の病気を癒す程度の能力とも繋げられそうな過疎だに京子との関係がありますね。そしてミステア、ワカサギ姫に次ぐ第3の食材。ただし、英気の部下になっていることがあるため、ゆゆこクラスでないとそれと手出しはできないようです。ちなみに私は逆に、タカに食べられたいです。では永遠にお腹で暮らしてください。それではラストに紹介するのは東方ヨーヨー無三面ボスのアリス・マーガトロイドです。二つ名は七色の人形使い。なぜ七色かというと、旧作で赤青紫黄緑の5色の魔法を使って戦うことからの設定を受け継いでいるのでしょう。また、三面ボスはどういうわけか虹と関係があるキャラが多いのです。ほう、他に虹と関係あるキャラなんていたか？メイリンとドレミーは一部のスペルカードの弾幕が虹のごときグラデーションになっていて、アリスは二つ名に七色の人形使いがありますね。もし三面ボスと虹の関係について分かった視聴者さんがいたら教えてください。それはさておき、魔法の森に住む魔法使いで元人間で、万能型の魔法使いでありますが、基本的には人形を魔力で操るスタイル、完全な自立人形を作ることを目標としていますよ。魔法の勉強に熱心で家にいることが多いのは確かですが、二次創作でインドア派で一人でいることが多いのですが、全然そんなことありません。へえ、アリスって活発に動いているのか。森で迷った人間を止めたり、祭りの際には人形劇を開いたりと人間に対する友好度は高く優しいお姉さん。性格は東方キャラの中では比較的冷静で温和で、ただ他人には無関心で魔法に執着しやすく勉強熱心なんですよ。魔法使いは大概勉強熱心なキャラが多いぜ。我が母上マリサもかなりの努力家だし。マリサさんもツッコミのために一人二役で練習していますしね。めちゃくちゃ恥ずかしいから言わないで。それはさておき、森に迷った人間は心よく家に泊めてくれたり、外まで送ってくれるほか、3月生では道に迷ったといった、妖精ら自称光の実妖怪を部屋に招き、紅茶とお菓子でもてなすといった世話焼きな面が見られますね。アリスお姉さんらしさ全開だな。旧作の時のような好戦的なロリスから非常に成長しているぜ。ちなみに東方部門式によると、アリスの行動範囲の広さは八雲ゆかりと並んでいかなる場所にもとなっていて幻想郷トップです。また好戦的なところもあり、常に相手より少しだけ上の力で戦おうとし、全力で戦って負けると本当に後がない、という考えから負けても全力を出すことはありません。ほう、全力で戦うとどれくらい強いのか気になるな。そういえば、アリスの元ネタは何なの？アリスの元ネタはルイス・キャロルの児童小説不思議の国のアリスのアリスからだと思われます。ズンさんにとってアリスはおとぎ話、幻想のイメージのようです。またアリスはシリーズ的にちょっと特別なキャラとのこと。旧作から引き継いだだけあってかなり思い入れのあるキャラなのがわかるぜ。そんなアリスといえば、お人形を操るイメージが強いと思いますが、手先がとても器用で大量の人形を同時にあたかも生きているかのように操ることができます。その器用さは幻想郷の中でもピカイチなのですよ。部門式によると、数体の人形にそれぞれ別の動きをさせ、時には連携させたり完全に非同期で動かしたりすることができ、とても操作しているとは思えないとされています。掃除洗濯といった家事も人形でやっているようだぞ。東方降臨道では掃除が苦手なマリサもアリスのような家事ができる人形が欲しいと言っていましたが、操っているので結構本人は大変らしいです。また、人形に人形を操らせることすらできるようですよ。そんなこともできるなんてアリス器用すぎる。二次創作でもかなり人気のキャラで、他人に対してツンデレで振り回される苦労人、常識人キャラマリサ大好き変態キャラ、友達のいないぼっちでやたら発酵なキャラ、薬に手を出すほど豆腐メンタルなキャラ、人気キャラの一人であるため、数々の東方キャラに漏れず、創作者によって非常に多様なキャラ付けがなされていますね。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな三面ボスがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。